ユーロオフィスをローカルに構築してみた。こんばんは、もちの京子です。今回はユーロオフィスの環境をローカルに構築してみました。ユーロオフィスはマイクロソフト365のようなクラウドベースの統合オフィススイート環境です。今後 EU 内で導入が進んでいくと思われるので、どのような動作をするのか調べるために実際に導入してみたものになります。それでは早速作業を進めていきます。今回は Ubuntu 24.04 で作業しています。ネットワークは物理イーサネットポートが1個あり、アドレスは 192.168.11.2 固定です。以降必要に応じて少し早送りしながら見ていきます。必要なツールを入れていきます。ドッカーを入れます。軽く結果を確認しておきます。自分を Docker グループに追加しておきます。一度ログアウトします。キャディを入れていきます。タイプミスしています。すいません。またタイプミスしています。キャディの設定ファイルを編集します。ここで2つのミスを犯しています。本来はこれが正しい内容なのですが、まず今回ユーロオフィスとその関連で使用するこの PC のホスト名をこちらにしています。雑に手動で対応したので、この括弧のコメントアウトが漏れています。またこの行の記述も漏れています。後でちゃんと修正しています。ホスト名をホストファイルに記述します。
キャディを起動して状態を確認します。この時点ではキャディの設定ファイル更新を反映せずに動作していたようです。次にユーロオフィスのコンテナなどが全部入っている Nextcloud All-in-One のコンテナを起動します。Docker のコマンド入力に手間取ったのでカットします。Docker のコマンドはこちらです。ローカルに Docker イメージがないのでダウンロードが始まります。完了したようです。管理画面にアクセスします。一度 HTTP でアクセスして怒られています。ここで証明書とドメインが合っていないのでこの画面になります。詳細設定を押してローカルホストにアクセスするを押します。Nextcloud の管理画面が出ました。デフォルトのパスフレーズが表示されているので適当なファイルに書き出しておきます。ログイン画面を開いてログインします。先ほどのパスフレーズを入力します。初期設定画面になりました。リバースプロキシモードで Nextcloud で使用するドメイン、ホスト名、FQDN を入力します。コンテナのオプション設定画面です。オフィスはユーロオフィス版を選択し、AI に聞いたら新しい方がいいとのことなので、26スプリングバージョンを入れます。ダウンロード&スタートコンテナを押します。画面が戻ってきました。この後、先ほどのキャディの設定ミスで永遠もがいているのですがカットします。そうこうしているうちにコンテナも全部起動しているので Nextcloud にアクセスしてみます。こちらも証明書エラーが出ます。これはキャディが自動生成した CA 証明書をシステムまたはブラウザに信頼済みとして配置しないといけないのですが、今回はたまたまスナップ版ブレイブを使用していたのですが、それで少し苦戦しました。キャディで自動生成した CA 証明書をシステムの証明書ストアに登録します。これは一般的な手順だと思いますが、今回はこの作業は不要、無意味でした。ページリロードしても警告はなくならないのでそのまま進めます。今度は Nextcloud の管理者ユーザーとしてログインします。ユーザー名と初期パスワードはこちらに書かれています。念のためファイルに書き出しておきます。ログインします。
ホーム画面のようなものが表示されました。ここで残る問題が2つあり、しばらく格闘していました。少しカットします。1つ目の問題は、先ほども少し触れたキャリの CA 証明書をどうやってインポートするかです。スナック版ブレイブはサンドボックス内で実行されているので、システムの証明書ストアやユーザーのホームディレクトリにはアクセスできないようです。そこでキャリの CA 証明書を一旦ダウンロードディレクトリにコピーして、この前にパーミッション変更もしているのでこれも必要かもしれません。その上でブレイブの証明書マネージャを開いて、信頼できる証明書のインポートを押して、先ほどの証明書を読み込みます。無事読み込まれました。一度ブレイブを終了して再度ページを読み込んでみます。証明書が読み込まれ、警告が出なくなりました。もう一つの問題は、内部で使用されるサーバーのアドレスです。この部分は細部まで完全に検証したわけではないので、誤りがあった場合はご了承ください。また、少し込み入った話になりますので、結果だけ聞きたい方は少しスキップしてください。Nextcloud AIO は内部で複数のコンテナが稼働していて、その中に Nextcloud 本体と EuroOffice のコンテナがあり、内部で通信するときは、お互いのアクセス先として、最初に登録した FQDN を使用しているようでした。今回で言うとこちらになり、実態はホストのアドレスなので、ホストの外を回ってアクセスすることになると思います。ここでこの通信は HTTPS になっているようで、つまりアクセス先の提示した証明書の検証が走るのですが、コンテナ内部にはこの証明書の正当性を証明する CAD の CA 証明書を登録していないので、この HTTPS 接続は拒否されてしまいます。コンテナ内で証明書登録を行ってもいいのですが、コンテナの内部はバージョンアップなどで勝手に書き換えられる可能性があるため、内部通信を行う方法を模索しました。ここでいろいろ調べたのですが、結果として、この名前の設定を書き換えるとアクセス先が変わることが判明し、それぞれが内部通信を使用するように、宛先をこのように書き換えました。これにより HTTP アクセスになるので、初回登録した FQDN の証明書検証が走らなくなったはずです。では、この作業を進めます。Nextcloud に管理者でログインし、右上のメニューから管理者設定をします。こちらが今回設定を行う項目です。画面上に出ている通りの内容に書き換えます。保存します。準備が完了したのでオフィスを開いてみます。スプレッドシートを新規作成します。様子がおかしいのでページリロードしてみます。今度は正常に表示されたようです。適当にいろいろ入力してみます。グラフも書けました。次はワードの代わりのドキュメントを見てみます。普通に動作しているようです。
ということで今回は、ローカル Linux 環境にユーロオフィスをインストールしてみました。おそらく Nextcloud IO が想定する環境とは少し違うので、それによる対応をする必要はありましたが、なんとかローカル環境でも動作するようになりました。ユーロオフィスはオンリーオフィスとほぼ同じ、ということなので、この後マイクロソフト365、リブレオフィス、Google ドキュメントなどと合わせて動作確認をしたいと思っています。実際に同じ環境を構築してみた感想や、説明がわかりにくい点、作業の改善点など、どんなことでもコメントいただけると大変嬉しいです。それでは今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。